MacBook を広げただけで自動的に Apple Watch でロックを解除してくれます。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら MacBook Neo。こちら発売してからちょうど1ヶ月経ったので、実際に1ヶ月使ってみて使用感はどうなのか、おすすめできるのか紹介していきます。MacBook Neo と MacBook Air 迷ってる人もぜひ参考にしてみてください。ということで早速チェックしていきましょう。ということで今回こちらの MacBook Neo 実際に1ヶ月使ってみたんですけど、まとめるとこれからパソコンを使ってみたいとか、高校とか大学に進学してパソコンを初めて買うとか、あと iPad 使っててもうちょい自由にいろんな作業をしたい、 MacBook にステップアップしたいとか、持ち歩き用のパソコンとしてノートパソコンが欲しいとか、 Windows じゃなくて Mac 触ってみたいとか、そういった人に向けてかなりいい端末だと思いました。ただこれ全員にお勧めできるっていう端末ではないので、その辺もねこの動画で紹介していきます。まず今回使った MacBook Neo のスペックは、ストレージは 512GB の Touch ID ついた MacBook Neo のモデルになっています。カラーはインディゴ。こちらの構成で 114,800 円になります。これ学割を使うとこっちのモデルで 99,800 円になります。なので学生の場合は 512GB でもギリギリ10万円切ってくれるっていう価格帯になっています。そしたらね、実際の動作、こちらの MacBook Neo でチェックしていきましょう。この動作に関しては人によってはっていう感じで思うと思います。この MacBook Neo はメモリ 8GB 搭載してるんですけども、ユーティリティ系のアプリとかちょっと入れてる状態でメモリは 5GB 使ってますね。だいたい 5GB ぐらいは常に使ってる形になります。で、スワップは今 133MB っていう感じになってますね。このぐらいであれば基本的に大丈夫です。で、これが CPU の使用率、GPU の使用率になります。実際のアプリの起動速度とかチェックしていきましょう。まず一番使うのがブラウザである Safari。ポチッ。はい。ブラウザに関してはかなり早いです。Yahoo Japan。はい。かなりサクサク動きます。で、Mac の良さがこの2本指でのスライド。こんな感じで iPhone とかみたいに快適なスクロールができます。で、60Hz のディスプレイに関しても、全然問題ないかなっていう感じですね。で、記事をタップ。スクロールしてトピックス一覧ポチ。はい。サファリでのブラウジングに関しては全然問題ないかなっていう感じです。で、続いて、Chrome 使う人は結構注意。サファリ一回閉じましょう。Yahoo 開きました。わかるかな？ちょっとなんかカクついてるように見えるかな？なんかサファリの方が快適に動いてる感じはあります。続いて、記事をクリック。速度は問題ないですね。ただなんかこのスクロールがやっぱりちょっともっさりっていうか、カクついてる感じはする。新しいタブを開いて、X を開いて、スクロール。やっぱりなんかスクロールする感じがね、でも CPU も結構使ってるから、やっぱりね、これなんか Chrome との相性が悪いっていうか、Chrome が重いのかな。なのでこの MacBook Neo を使う人は Chrome じゃなくて Safari 使うのがおすすめです。あと Chrome はメモリをめちゃめちゃ使うんで Safari 使いましょう。で、もう一回 Safari 起動して X 開いてみました。やっぱりね、Safari の方がこの、わかるかな？このスクロールがめっちゃ快適。カクカク感が一切ない。なので Chrome 使う人はちょっと重く感じるかもしれない。で、あとは例えば Spotify で音楽を流しながらサファリで YouTube 動画を再生しながら、Pages で書類を作りながら、ボイスメモで大学の講義を録音するみたいな、こんぐらいの作業だったら全然問題なく進めることができます。で、アクティビティモニターを見ても、メモリプレッシャーはちょっと黄色くなってるぐらい、スワップは 125MB。で、CPU の使用率とかも問題ないですね。なので、メモリ 8GB なんだけど、アプリ5個ぐらいを起動しながら作業をするっていうのは全然できます。なので、8GB だから、MacBook Neo はちょっとって思ってる方は、意外と8GBでも動きます。なんかね、昔言われてたのが、Apple Silicon になってからの Mac の 8GB は Windows でいう 16GB みたいな、倍みたいな感じですね。ただね、最近はそこまでは言ってないと思ってて、1.5 倍ぐらいかな。Mac の 8GB は Windows の 12GB みたいな、そのぐらいの印象です。なので、この辺のね、動作っていうのも問題なく動きます。続いて、個人的に一番気になっていた作業が、やっぱり動画編集ですね。Final Cut Pro 起動します。ポチ。これね、Final Cut とか重いアプリを起動するときに関しては結構時間かかりますね。今回は編集テスト用に 1080p60 フレームの映像を作ってます。動画編集済みの素材ですね。で、これをちょっと動かしてみましょう。まずね、この飼育に関しては、普通の MacBook Air とかと比べると、ちょっとね、このフレーム数は低くなってる印象があります。で、再生に関してはね、かなり滑らかに動きます。2倍速。
3倍速とか。で、これ、ファイナルカットの設定に関しては、品質優先になっていて、パフォーマンス優先じゃなくても、3倍速ぐらいであればフル HD 動きます。しかも 1080p、60fps。ただ、これ見てほしいのが、このね、タイムラインの部分。ここはね、なんかフレーム落ちしてる感じがありますね。これね、特にこのプロジェクト自体が重いとか、そういったわけでもなく、映像素材1個、あとこの左上のタイトル1個で BGM っていう感じで、そんな重い素材じゃないんですけども、やっぱりね、この下の部分っていうのはカクつく感じはありますね。ちょっと Chrome 使ってる時にちょっとカクついてるように見えたぐらいの感じですね。1倍速でもこんな感じでね、カクつく感じですね。で、これ今日 MacOS24.1 だったかな、アップデートしたんですけども、それでも変わんなかったです。ファイナルカットと MacOS 両方ともアップデートしたんですけども、このタイムラインのカクつきっていうのは変わりませんでした。アクティビティモニター見るとメモリプレッシャーは緑で大丈夫。CPU、GPU に関しても、フルで使ってるっていうわけではないんだよね。GPU も 69%。ただね、今回 A18 プロチップを搭載してて、多分 M1、M2 とかそういったものの動画編集のエンコーダー、デコーダーっていうのが多分 A18 プロの方が弱いものを搭載してるのかな。だからこうなるんだと思います。ただ編集を初めてやるとかそういった方であれば全然問題ないぐらいですね。で、これを例えば一回全部消して動画素材1本だけにしてあげると、これでもカクついてるね。だからこう毎日編集する人だとやっぱりね、この MacBook Neo より MacBook Air とかの方が確実にいいです。むしろ M2 の中古とか買う方がいいと思います。ただ、こう普段は動画編集しないんだけど、たまに動画編集してみたいなっていう方が動画編集する分には全然問題ないぐらいの性能はあります。例えばカット。ここでいらないところをカットしてあげます。みたいな。こういった作業はサクサクすることができるので全然問題ないですね。再生されるまでは若干ラグはあるかな。仕事でやってる人ではなければ全然気にしないでいいぐらいの感じになっています。この辺ね、動画2本載ってる部分なんですけども、こういった部分もね、1倍速全然問題ない、2倍速、3倍。3倍ちょっと重いか。テロップ2個と映像2個で3倍はちょっと重いかもね。2倍速であれば全然問題なく再生することができます。なので動画編集はめっちゃ快適っていうわけではないんだけど、普通にできます。このね、ちょっと移動してから再生されるまでのラグとかっていうのはあるかな。で、4K もちょっと一応見てみるか。4K も、意外といけてる。意外といけてるけど結構ギリギリって感じだね。4K60fps。ちょっとね、こうやってズームイン、ズームアウトとかだともっさり感がある。アニメーションとかはね、意外といけるんだね、この辺。特にカクついてるとかはない。4K も軽いトークぐらいの編集だったらできるかな。ただ重いね。これね、多分、性能がっていうよりか多分、スワップ仕様 2.2GB になってるので、ちょっとね、メモリ不足とかを感じることはあるかな、4K だと。なので動画編集をしたいっていう方は、1080p までの方がいいと思います。あとはプレミアとかダヴィンチだとさらに重くなると思うんで、ファイナルカットとか、あとキャップカットとかで 1080p をたまに編集するっていう方だったら、MacBook Neo でも動画編集できます。それ以上だとちょっと厳しい。あとね、書き出しがめっちゃ遅い。動画編集名当てで買うんであれば、中古の MacBook Air とか、それこそ頑張って M5MacBook Air とかを買うのでもいいと思います。動画編集はね、ちょっと厳しい。という感じでね、通常使いだったら問題ないし、ちょっとクロード向けの使い方としては、家にデスクトップの Mac だったり Windows がある場合っていうのは、このパーセクとか、あとは Mac の Apple リモートデスクトップみたいなソフトもあるのかな。そういったソフトを使うことによって、家の Mac を遠隔操作するなんていう使い方もできるので、そういった遠隔操作用の PC として使うのもかなりいいと思うのと、あとは最近はね、例えばクロードとかジェミニ、チャット GPT とか、そういったこのマシンパワーを必要とせずに、クラウド上で処理をしてくれるっていうものがかなり増えてると思うので、そういったものをメインに使う場合っていうのは、全然この MacBook Neo でも十分です。なんかこれからの時代ね、そのローカルで重い作業をするっていうよりかは、そういったクラウド上で作業して、MacBook 自体のスペックは必要ないっていう使い方になってくるような気もするので、MacBook Neo を選んでおいてもいいのかなっていう感じでも思います。大学とかだったら全然十分ですね。そして Mac を使う上で結構決め手になるのがこの内蔵スピーカーの音質。Windows とかだとやっぱり Bluetooth イヤホンとかをつなげないと音楽シャカシャカで聴けないよっていうものが多いんですけども、この Mac はApple 製品どのデバイスを選んだとしても内蔵のスピーカーの音質がめちゃめちゃいいです。MacBook Air は4スピーカーになっていて、こっちの MacBook Neo は2スピーカーになってるんですけども、実際ちょっと聞き比べてみてください。どうぞ。こんな
感じの音質になっていて、個人的には4スピーカーの MacBook Air より2スピーカーの MacBook Neo の音質の方が好きです。なんかこっちの方がね、ハイファイな音質っていうかなんかこう、クリアな感じの音質になってるので、僕は比べた上でこっちの MacBook Neo の方が好きだったし、まあ比べなきゃどっちでもいいかなっていう感じで思う人が大半だと思います。なのでスピーカー性能もいいです。続いては端子。今回の MacBook Neo に関しては全て端子は左側に集約されていて、左の画面側から USB 3.0、USB 2.0、3.5mm のオーディオジャック。で、あとスピーカーが左右の手前側にあるっていう感じになっています。で、この端子に関しても片方 USB 2.0 で結構懸念してる方多いと思うんですけども、これも全然問題ないですね。ちょっとこれコメントで教えてほしいんですけど、皆さん MacBook とか iPhone とか iPad もそうなんだけど、USB-C 端子何挿してますか？この MacBook を外とかで使うにあたって繋げるものって意外とないんですよね。家で使うとなれば外部モニター、充電、マウスのレシーバーとか、あとはこういった外付けの SSD とか、そういったものになってくると思うんですけども、その場合でも全然大丈夫で、まずこちらのね、USB 3.0 のところに USB-C のディスプレイを挿せば、ディスプレイ自体からこの MacBook に給電してくれるので、充電器接続する必要がないので、この1本だけで済みます。マウスのレシーバーとかに関しては、これ USB 2.0 でも 3.0 でも全く関係ないので、こっち側に繋いじゃえば OK。あとは、この USB-C で接続するディスプレイに関しては、基本的にモニター側にハブ機能内蔵してたりするので、モニター側に接続しても OK です。あとは、僕は撮影とか使うにあたって、マイクとか結構繋ぐことが多いんですけども、そのマイクとかに関しても USB 2.0 で OK なので、こっちに繋いじゃえば OK っていう感じで、まあ個人的にはね、端子問題に関しては全然気になりませんでした。むしろ1個だけでも全然 OK っていう感じですね。で、あとどうしてもね、こういろいろ繋ぎたいっていう人は、こちらにね、USB-C のハブを繋いで、給電もしながら HDMI 出力しながら USB を挿すとか、そういった使い方もできると思うので、まあこの端子類に関しても個人的には全然問題ないと思います。特にこのネオを買う人に関しては、そこまでこういろいろ挿してガシガシ使っていくっていうユーザーではないと思うので、まあ、この端子類に関しても全然問題ないと思います。で、あとね、この 3.5mm のイヤホンジャック、これは MacBook Air の場合はね、この右側の一番上の部分にあるんですけども、MacBook Neo はこの左側の手前にあります。これはね、嬉しい。こうやってパソコン使うときに、僕みたいにね、こういったマウスを使う方多いと思うんですけども、このマウスを使ってるときに、こんな感じで有線イヤホンを接続すると、マウスにイヤホンのケーブルが干渉してたんですよね。それが、イヤホン端子がこの左下になったことによって、何にも干渉しなくなったっていうのがかなり嬉しいポイントです。なので、有線イヤホンをよく使うっていう方は、むしろ Air より Neo の方が使いやすいかなっていう感じで思ってます。で、端子に関しては十分なんですけども、サンダーボルトには対応してないので、サンダーボルトのアクセサリーっていうのは使えないので注意してください。あとね、このサンダーボルト対応してなくて困ったポイントが一つだけあって、それがデータ移行ですね。僕基本的に MacBook と MacBook をサンダーボルトケーブルで接続してデータ移行っていうのをしてたんですけども、サンダーボルト対応してないので、なんか LAN ケーブルみたいな認識になっていて、データ移行がめちゃめちゃ遅かったです。なので基本的には MacBook Neo にする人は Wi-Fi でのデータ移行っていうのがおすすめかな。で、この MacBook Neo を買おうと思った時に一番悩むのがこの 256GB にするか 512GB にするかだと思うんですけども、まず容量としては個人的にはこの Neo を買う人であれば 256GB のモデルでも全然問題ないかなと思いました。4K 素材とかをいっぱい入れたり、写真をいっぱい入れたりとか、そういった使い方をしない人が多いと思うので、まあ 256GB プラス、あと足りなかったら iCloud とか、あと Dropbox、Google ドライブとか、そういったクラウドストレージを使ったり、USB 3.0 の端子があるので、ここから外付け SSD をつなげたり、そういった使い方がいいのかなと思います。なので容量に関してはこれ 256GB を選んでも問題ないと思います。ただ、この2つで違うのが、このタッチ ID があるかないか。ここ結構重要で、人によっては必要だし、人によってはいらないかなって思います。で、このタッチ ID モデルを選ばなくてもいい人っていうのが、こちら Apple Watch を持ってる人になります。で、これなんで Apple Watch を持ってるとタッチ ID がいらないのかというと、MacBook に関しては Mac のシステム設定からタッチ ID とパスワード、一番下にある Apple Watch のところのチェックを入れることによって、なんと腕に Apple Watch をつけてれば MacBook を広げただけで自動的に Apple Watch でロックを解除してくれます。なのでいちいちタッチ ID で指紋入力をせずに、もう腕についてる Apple Watch だけでパソコンのロックが解除できるので、このタッチ ID はなくてもいいかなと思います。ただこの Apple Watch を持ってないとか、これから買う予定がないよっていう人は、やっぱりね、タッチ ID に関してはめちゃめちゃ便利なので、こっちの 512GB モデルを買うのがおすすめです。特にね、このパソコンのロック解除するときだけじゃなくて、アプリを買うときとかもこういったタッチ ID で認証したりするので、そういったときにね、結構タッチ ID は重宝したりします。で、あとここ価格に関しては、512GB モデル 114,800 円になってるんですけども、これ学割とかを使うことによって、ここ 99,800 円で購入できるようになります。256GB だと 84,800 円とかだったかな。なので、10万円以下で買いたいっていう学生は、
学割を使ってお得に購入してみてください。で、あとカラーに関してはね、このインディゴ、シトラス、ブラッシュ、シルバーの4色展開なんですけども、個人的におすすめは、まあね、どれもいい色なんですけども、このブラッシュね、かなり綺麗な色なので、これ結構おすすめですね。で、シトラスはね、結構使ってる人多いです。なんか街中とかでも MacBook Neo を使ってる人いたんですけど、このシトラスが結構多かったですね。友達とかも結構シトラスを選んでました。まあ、安定はシルバー、女性だったらブラッシュ、人気なカラーだったらシトラス。で、キーボードのカラーが MacBook のカラーに合わせて色がついてるんですけども、このインディゴが一番キーボードに色がついているので、キーボードの色、濃いモデルが欲しいっていう方はインディゴを選ぶっていうのでもいいと思います。まあ、選び方はそんな感じですね。続いてはキーボード。こちらの MacBook Neo のキーボードに関しては今までの MacBook と違ってバックライトっていうのがついてません。なので部屋を真っ暗にした状態だとこのキーボードの刻印っていうのが見えなくなります。まあ、キーボードを見ないでタイピングできる人だったら全然問題なかったりするんですけども、暗闇とかで作業するっていう方だとちょっと見にくいかなとは思います。ただこれバックライトがなかったとしても、この MacBook のディスプレイ、これが光ることによって結構ね、このキーボードの部分も明るくなるので意外と全く見えないっていうことはないです。なのでまあもちろんあったら嬉しいけどなくてもいいかなっていう感じで思いました。ただバックライトに関してはそこまで気にしなくてもいいかなっていうのが個人的な感想。で、あとこのキーボード自体の押し心地が普通の Air とか Pro とかとなんかちょっと違うって言われてるんですけども、僕はねこれ実際に打ってみた感じあんまりわかんない。むしろこっちの方がなんか硬いのかな、ちょっと反発が多いっていう感じかな。こっちの方がねしっかり打ててる感じがして意外と好きかも。まあほとんどの人はあんま感じないかも。比較してわかるレベル、ここに関しても全然気にしなくてもいいかなっていう感じです。続いてこちらのトラックパッドですね。トラックパッドに関してもこちら仕様が変わっていて、普通の MacBook Air に関しては実際には押さない昔の Touch ID のモデルと一緒のハプティックエンジンになってるんですけども、こちらの MacBook Neo に関しては実際に押し込むタイプのトラックパッドになっています。結構 Mac に関してはこの押し込みっていうのはあんまなくて、この3本指でスワイプとかタップでクリックとか、まあこれ設定が必要なんですけど、タップでクリック、2本指タップで右クリックとか、そういった設定にできるので、個人的にねこのトラックパッドを押し込むっていうことがないので、まあここもねあんまり気になりませんでした。なんか X とかでファイルを移動するときにこの押し込みながらドラッグするのが大変だっていう感じで書いてるのを見たんですけども、それに関しては設定することによって3本指でファイルを選びながらこうスライドでドラッグ&ドロップできるので、まあその辺もこの押し込みっていうのは全く関係ないですね。なのでこのトラックパッドに関してもそこまで気にしなくてもいいかなと思いました。あと押し込みでも Windows のトラックパッドとかだとこう端とかが反応しなかったりするものも多かったり、あとは反応が悪かったりするものも多いんですけども、こちらの MacBook Neo のトラックパッドに関してはしっかりと端の方でも反応するし、トラックパッド自体の反応も良くなっています。なのでキーボードのバックライト、物理式のトラックパッド、これも気にしないでもいいと思いました。続いてディスプレイなんですけども、ディスプレイも MacBook Air と比べてちょっと変わっていて、 MacBook Air が P3 っていう公式域に対応してるんですけども、こっちの MacBook Neo に関しては sRGB っていうちょっと色域が狭いものになっています。まあただ実際に僕はこの P3 の MacBook を今まで使ってて、こっちの MacBook Neo に乗り換えて1ヶ月使ってみたんですけども、画質の差っていうのはほぼほぼ感じないです。なので全然この sRGB でもいいです。ディスプレイの綺麗さはね変わんないですね、正直。で、画面のサイズは若干小さい。筐体自体もちょっと小さい。で、ディスプレイの輝度に関しては一緒ですね。で、バッテリー性能に関しては MacBook Air が18時間、MacBook Neo が16時間になっています。まあ確かにね、ちょっと減るのは早いかなっていう感じはあるけども、まあ1日は普通に十分持つ感じのバッテリー性能になってるので、まあそこまで気にしなくてもいいかなっていう感じで思います。処理性能に関してはちょっと後で紹介していきます。で、あとはバッテリーの容量ね、MacBook Air が 53.8Wh に対して MacBook Neo は 36.5Wh になってます。バッテリーはね、1.5 倍ぐらい違うのに、このバッテリー性能に関してはだいたい 10% とかの違いになってるので、まあ省エネ性っていうのはこの MacBook Neo の方が高くなってますね。まあネットを使うとちょっとこのバッテリーの容量ぐらいの差は出てくるのかな。で、そしてこっち MacBook Air は最大ね、確か 60W での充電に対応してるんですけども、MacBook Neo は最大 30W になってました。これついてくるのが 20W の AC アダプターなんですけども、20W の AC アダプターでも充電できるっていうのがポイント。こういった iPhone とかを USB-C で直差しして充電できる 5000mAh のモバイルバッテリーとかがあるんですけども、こういったモバイルバッテリーで MacBook Neo を充電することができます。これ結構人によっては嬉しいと思います。iPhone モバイルバッテリーを共有できるっていうのがこれいいかもって思ったポイントでした。まあただ 60W とかでの充電には対応してないので、充電するまでの時間っていうのはちょっとかかるかな。で、あとワイヤレスに関してはこの M5 の MacBook Air は Wi-Fi 7に対応したんですけども、今回のモデルは Wi-Fi 6E になってます。まあ、Wi-Fi 7に関しては 2.4GHz、5GHz、6GHz を同時に接続できるっていうのが売りな規格なんです
けども、6GHz だけをつなぐっていう場合は Wi-Fi 6E でも7でも対応してるこの最大の速度っていうのは変わんないので、この辺はあんまり気にしなくてもいいかな。僕も Wi-Fi 6E から Wi-Fi 7のルーターに変えたんですけども、速度の差とかそういったのは全く感じてません。今後長く使う分には Wi-Fi 7の方がもちろんいいと思うんだけども、この Wi-Fi 6E だから遅いっていうことはないので、ここも安心してください。むしろちょっと古い iPhone とか使ってる場合は Wi-Fi 6までとかになってるので、この辺も結構最新の規格になっています。外観とか端子の差っていうのはそんな感じ。で、あとこのインディゴのカラーに関してはね、かなりかっこいいね。結構渋めかな？こんな感じのカラーです。表面はこんな感じね。いや、かっこいいよね。で、このリンゴの部分もシルバーとか黒じゃなくて、本体カラーをちょっと濃くしたみたいなデザインになってます。で、あとこの MacBook Neo に関しては MacBook Air とね、この丸みが変わっていて、この MacBook Air は結構シュッとしてる感じで、このなんていうの、カクンカクン感じになっているんですけども、この MacBook Neo はこの丸っこくなってるの分かりますかね？こういう点でちょっとね、デザインがこのかっこいい系とちょっと可愛い系みたいな感じになってる点も違いますね。あとこの裏のゴム足も MacBook Neo はゴムっぽくなっているのと、あとは本体カラーに合わせた感じになっています。指紋のつきやすさはベターってやっても、そこまで目立たないね。確かにつくっちゃつくけど、ミッドナイトの色とかよりかはつきにくくなってます。結構コーティングがしてあるみたいな感じですね。なので、このインディゴのちょっと暗めなカラーを選んでみても、たまに拭いてあげれば指紋は気にせず使えるかなと思います。いや、いいよね。っていうかね、今回のネオはもうカラーで選んでいいっていうくらい各カラーいい色になってるので、カラーで選びましょう。ということで今回 MacBook Neo 1ヶ月使ってみた感想を紹介してみたんですけども、いかがでしたでしょうか？パソコンとしての完成度はかなり高いと思います。スペックに関しても一般ユーザーとかライトユーザー、それこそ iPhone、iPad からステップアップするとか、気軽に持ち運べるノート PC が欲しいという方にはぴったりな、全然問題ないスペックがあるし、例えばちょっとステップアップした作業をしたいっていう時も少し重さは感じるんですけども、全然動くので、まずはね、MacBook Neo で Mac に慣れて、そこからプロ向けの作業がしたいっていう場合は、こういった MacBook Air だったり、僕が今使ってる MacBook Pro とかMac Studio とかそういったものに乗り換えてあげるのもいいと思います。あと Neo に関しては新しい MacBook 買ったとしてもサブ機としてね運用もできるので、ただやっぱり動画編集をしたいとか 3D モデリングをしたいとかそういった重い作業最初からやるっていうのが決まってる方はこの MacBook Neo は買わない方がいいと思います。動画編集の快適さに関してはこの MacBook Air の方が格段に高くなってるので、動画編集やるって決まってる方は絶対に MacBook Air を買った方がいいと思います。特にメモリの容量に関しても結構大事だったりするので MacBook Air で 16GB、32GB とか、必要に応じてカスタムしていくのがいいと思います。で、実際に使ってみてやっぱり選び方は公式ページに書いてある通り、ライト層向けの MacBook Neo、安くて性能も欲しい方の MacBook Air、で、長時間重い作業をする MacBook Pro とか、そんな感じですかね。ただこの M5 の MacBook Air と MacBook Neo、価格は 99,800 円と 194,800 円なので、約2倍の価格差があるので、そういうのを考えると、この MacBook Neo から入った方がいいかなと思います。M2 MacBook Air とかの中古もいいんだけど、発売から結構時間が経ってね、バッテリーが劣化してるものもあるし、それこそこういった MacBook Neo を購入検討してる人、安く買いたい人っていうのは、そこまでめちゃめちゃパソコンのスペックとかに詳しくなかったり、中古で買って壊れてても気づかなくて、後から不具合が出てきたりすることもあると思うので、保証がついてて、誰も触ってない新品を使える、それでいて10万円以下で買える MacBook Neo、結構いい選択肢かなと思いました。皆さんはね、この MacBook Neo 欲しいか欲しくないか、買ったか買ってないか、よかったらコメントで教えてください。個人的にはかなり選択肢としてありな MacBook かと思いました。気になることあればぜひコメント欄で質問してみてください。次回はね、今この撮影にも使ってるこの M5 Max チップ搭載した MacBook Pro レビューするので、チャンネル登録もお願いします。以上、バイバイ。